皆さんこんにちは、みさとです。ここは富山県射水市にある万葉線終点の越野方駅です。これから万葉線の電車で高岡駅に戻ります。やってきた電車の車番、行きに乗ったのと同じではと思って確認したら、やはり同じでした。でこの、新港なまりの案内が出てしまうかもしれませんですが、一つご了承いただきたいと思っております。ということで、行きの動画でもご紹介しましたが、同日祝日のみの万葉線の電車は落語家の立川志の輔師匠のアナウンスが流れています。全国初の第三セクター方式で運行を始めたのでございます。いよいよそれでは皆様出発でございます。お待たせいたしました。次は海洋丸でございます。海の貴婦人と言われております帆船海洋丸が展示されているんでございます。この海洋丸パーク、恋人たちの聖地にも選ばれました。そして最も美しいワンクラブにも加盟をしております。もうぜひご覧いただきたいのでございます。路線バスや路面電車は降車ボタンが押されず、乗車客がいない場合は通過することがあります。次は来る時に降りた東新港駅です。ここで降りて海鮮丼をお昼にいただきました。第一新港クロスベイマン駅です。ここでこの列車に私以外の乗客が初めて乗車。ここを出発してしばらくして見えるのが新港高校、志の輔師匠の母校だそうです。こちらが新港高校です。さて、今回の富山旅、予定より少し早めに新港の散策が終わり、途中下車しながら高岡へ向かいます。米島口で降りまして、向かったのが万葉線株式会社の本社です。越野方駅で運転手さんに米島口に本社があるのでぜひ降りてみてくださいと勧められたので降りてみました。こういう普通の会社の事務所に入っても良いのかなと思いつつ、どうぞと言われて中へ。中には記念切符や万葉線の切符の展示があったり、万葉線の電車のペーパークラフトでしょうか、ドラえもんなど万葉線のグッズなど発売されていました。もちろん万葉線の切符や定期券も発売されているそうです。芸能人の方のサインもあって、こちらは福原遥さんのサイン。この年の4月に高岡でドラマのロケをされていたそうです。この写真はブレていますが、一つ前の動画でもご紹介のように、ここには車庫があるのでこんな感じで見ることができます。万葉線の本社立ち寄りを終えて米島口駅に戻りました。時間は17時を過ぎたあたりで、夕飯をどうするか。当初は高岡で駅弁を買って新幹線車内で夕飯のつもりでしたが、まだ1時間ほど予定より早い時間で、これなら高岡で食べていってもいいかなと思いました。時間はたっぷりあるわけではないので、なるべく万葉線の駅から近いところで探すと、氷見回転寿司、壱岐寿司高岡店さんが見つかりました。こうして降りたのが敷野中学校前。ここから回転寿司のお店まで徒歩3分です。ということで、氷見回転寿司、壱岐寿司さん高岡店に到着。時間が夕方5時半過ぎと、夕飯には少し早めの時間だったので、すぐ座れました。私の後ろから混み出して並んでいました。すっかりおなじみのタブレット端末で注文です。富山の地物が良いですよね。注文して最初に届いたのが三つ葉の入ったあさり汁。次に氷見産しめ鯖です。こちらが氷見鯖炙り。天然本マグロ赤身です。エビ食べ比べ2種です。赤エビと2つ乗っている方が甘エビですね。マダイ昆布締めです。富山は食に昆布が根付いていまして、親戚の高岡からの小包が送られてきた中に
とろろ昆布などがいつも入っていました。こんな感じでねっとりとしてまろやかな味になります。とても美味しいです。最後に氷見産のサワラです。こちらは本日のおすすめに出ていました。お店のホームページのグランドメニューに掲載がなく、その日によってメニューに出ていたりするのでしょう。どれも新鮮なネタばかりで美味しかったです。全部で6皿とあさり汁で2695円でした。こうして訪れた町でお店に入って地のものをいただくのも旅の一つの楽しみですね。大満足で万葉線の駅に戻りました。ちなみにこの敷野中学校前駅は高岡市役所と藤子 F 不二雄ふるさとギャラリーの最寄り駅になっています。あとは万葉線に乗って高岡駅を目指します。高岡駅行きです。電金をお取りください。IC カードをご利用のすっかり暗くなりましたが、車内は篠介市長のアナウンスが元気に流れています。先ほどの雪寿司さんのお店です。敷野中学校前から約10分、高岡駅前に差し掛かりました。駅前の大友のやかもち像が見えました。大友のやかもちは万葉集の編纂者で越中の国にも赴任されていますね。こうして高岡駅に到着しました。ちなみに今回もともとは往復するだけのつもりでしたが、万葉線にはフリー切符もあるので、今回の乗車だとそちらの方がお得になります。フリー切符は大人900円。今回の乗車普通に乗ったので1130円になりました。海王丸乗船券とセットのものもあるそうで、こちらは大人1100円。海王丸乗船券は400円ですから、さらにお得ですね。万葉線を降りた後は新高岡駅へ向かいました。行きは時間の都合でバスを使いましたが、帰りは JR の城花線に乗ります。18時47分発の城花行き、3分しかないので急ぎます。赤い国鉄型のキハ47が頑張っています。車内は座席もそこそこ埋まっています。今回の旅は新港を満喫、高岡の旅も少しですができました。またゆっくり高岡を観光してみたいですね。新高岡駅は隣の駅で150円、3分ほどで着きます。これから冬に訪れたらこんな風景も見られるのでしょうね。新高岡到着、下車します。この後は北陸新幹線で帰ります。城花線は愛の風富山鉄道に移管されて車両が新しくなりますが、それまで頑張って走ってくれるのでしょう。キハ47。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。